AI 音楽と人間の音楽、一番大きな違いなんだと思いますか？難しいですね、これは。AI って新しいものは作れないんですよ。なのでもしも本日はナナンのお菓子の音楽を作ってくださっているジョー出島さんにお越しいただきました。ジョーさんの頭の中を覗くために20問ノックをしていきたいと思います。子供の頃一番よく聴いていた音楽は？クラシック音楽です。初めて作曲したのは何歳ですか？初めて作曲したのは、12歳です。なぜ作曲が好きになったのですか？自分がすごい好きな曲があって、でこういう曲を、自分風に変えたいことがあって、でそれをアレンジしたいというんですかね。で新しい曲を作ってみたいなっていうその願望から。好きな曲やジャンルはありますか？ジャンルは結構変わってますが、今はジャズとか、サウンドトラック、映画の音楽とかが好きですね。ジョーさんの作曲の得意分野は何ですか？いろいろな楽器を混ぜるスキルですね。朝型ですか？夜型ですか？もう完全に夜型です。ベストな作曲タイムを教えてください。ベストな作曲タイム、3時から7時です。朝の深夜。英語と日本語どちらで考えている時の方が作曲のアイデアが出やすいですか？音楽理論を考えているので英語ですね。はい、英語で音楽理論を勉強したのでそうなりますね。楽曲を作る時一番最初に決めるのはメロディー、コード、リズム、どれですか？曲によりますけれども、僕は結構コードが好きなタイプなので、コード進行をババッと決めて、でその後メロディーつけて、でそれでリズムみたいな感じなんですけど、結構全体的に同じタイミングでやりますね。オーストラリアと日本、音楽の違いを感じたことは？オーストラリアの音楽はもうちょっとクラシックとポップに近いですね。日本の音楽だとジャズとか、独自の J-POP スタイルとかアイドル曲とかそういうの結構独特なので面白いなと思います。はい、ジョーさんが作曲で大事にしていることは？楽しむことです。作曲家じゃなかったら何になっていたと思いますか？作曲家じゃなかったら建築家になってたと思います。はい、昔建築家になるのが夢でした。この街の音が好きという場所はありますか？シドニーでも東京でも他の街でも。音って言ったら音楽みたいになるんですけれども、ただ僕は音楽よりも自然の音が好きなので、日本のちょうど北海道とか旅した時にやっぱそういう自然の音がやっぱりすごくいいなと感じた。やっぱ海の音とかすごい好きですね。海外で活動する日本人として日本の良さを一番感じるのはどんな時ですか？まず食べ物がすごく美味しいのと、あとやっぱ人がすごくいいですね。治安もいいですし、やっぱ僕は日本人として日本にいて人と話しやすいし、そういうマナーとかそういうルールっていうのが結構日本人独特なやつが結構あるので、そういうのがいいかなと思いますね。逆にここは日本のクリエイターももっと真似していいと思うオーストラリアのいいところは？みんな自由ですね。みんな結構好きなことをしてて、あまりそういう会社とか上下関係が少ないので、結構みんな自分がやりたいことしてるので、それが結構いいなと思います。映画、ゲーム、ブランドの音楽などいろいろなお仕事の中でこういう依頼が一番ワクワクするというのはどんな案件ですか？まずジャンルとしてはゲームの音楽が一番ワクワクしますね。映画みたいにそんなに決まってないので、曲のスタイルが自分のちょっとツイストっていうんですかねをかけれるのと、あとは、やっぱりその監督と話すんですけど、映画とかゲームとか何でもそうなんですけど、その時に、向こうがその想像しているビジョンが結構強かったり面白いなと僕は思ったら、そのプロジェクト自体が面白くなります。 AI 音楽と人間の音楽、一番大きな違いって何だと思いますか？そうですね、難しいですねこれは。今だと AI 結構分かりづらくなってきてるんですけど、今まで聞いたことがあるような曲があるかどうかなんですよね。AI って今まで他の本当に人間がね作曲した曲から学んでいるので、新しいものは作れないんですよ。なのでもしもこう聞いたことあるなみたいなとか、ちょっと王道すぎるなみたいな感じになったらちょっと AI かなと思ったりしますね。はい、
作曲家の仕事でリアルに大変なところってどこですか？健康的な食生活と睡眠をとることですね。小さなお店やブランドがこれから作曲家やクリエイターと組むとしたら、ここだけは最初に話しておいた方がいいというポイントは？ブランディングです。確実に曲っていわゆるもしも高級感出したい店とか、もっと楽しい感じ出したいとかってなったら、曲ってすごい変わっちゃうので、まずそれを決めておくことが大切だと思います。10年後どんな場所で自分の音楽が鳴っていたら一番嬉しいですか？大きいとか売れてるゲームの後ろに自分の音楽が流れていたり、映画館に上映してる映画の音楽っていうのがやっぱりワクワクしますね。それ聞いたら、ワクワクしますね。もう気になる、もう深掘りしたい質問がたくさんありましたので、今から聞いていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。